メンマというかあんまり呼ばれちゃってないですけど、とりあえず自分好きのメンマみたいな。結構メンマも人気あんで、まあ、それなりにお客さん食べてくれると嬉しいと思います。これは昨日の余ったスープで、その2つは今日使うんです。昨日の夜かけたやつです。左側がもう昨日昼間から作ったやつ。左側からなるべく使っていきたいと思います。そっかそっか。これ明日のスープ入ってスープ自体とチャーシューでそうですそうです。これなんか水からいけるそうですね。水柔らかくなったら引き出してタレにつけて、それがこれになります。昨日作ったやつですね。やっぱ魚と一緒でどうしても切りだめして時間経っちゃうと酸化しちゃうんで、手切りをする理由みたいなの一回スライサー買ったことあったんですよ。はい手切りの方が早いなと思ったんですでそいつ自分なんですよ。機械が慣れてなかっただけなのかわかんないですけど、なんかチャーシュー切るの結構好きですし、周りだけ色付ける感じで。今アク取るんで。あまりアク取りすぎないようにしてますね。多分こだわるとこは一回アク出た時に一回ステップ捨てるんですよ。でまた水を足してやるんですけど、僕はもう骨のままガッて最初からこのままいくんで、ちょっとアク残した方がアクのうまみっていうかカスみたいなのがどうしても出てくるんですけど、こういうやっぱカスが出やすいというか、逆にちょっとこういうなんかやつあった方が自分はうまいと思うんで。今から味噌を溜めていきます。これはもうニンニクですね。だいたい1日2タッパー。うちのラーメンあまり軽いものを出したくないですね。やっぱりちょっと米欲しくなるぐらいの
深みとコクをちょっと出したいんで。そうですね、焼きと揚げる混ぜたような焼き方で結構ラード使うんで、これ焼くことでなんか変なにんにくのなんていうのか飛ぶんですよね、はい、で全国に変えるというか、これは何ですか？これ昨日の味噌ですね。味噌スープです。朝の軽い味噌と15の味噌を合わせることでコクが深まるというか。ここからはちょっと門外不出なのでちょっとすいませんがもちろんスミレもパンチだいぶ強いですけど、やっぱり特徴を出すためにうちはちょっとよりニンニク生姜ちょっと強めに、あとちょっと脳に響くようにちょっとライス欲しくなるパンチさ、ジャンクさ、それは意識してます。最後の水分飛んだ後ぐらいからその焼きに変わってくるんで、今味噌何割ぐらいまで焼けてきたというか、どれぐらいまで？もう7、8割ぐらいですかね。結構こまめに火加減変えるんですね。そうですね。ちょっと焼き跡と見ながら、状況はなんか常に集中しないと一瞬の時を逃しちゃうんで。はい、ここからはいいですよ。ありがとうございます。ここはいいですよ。これが完成形。はい、はい。ちょっと味噌をちょっとはめていかないとちょっと間に合わないですね、オペレーション的に。でも溜めていった方がちょっと味も入るんで、こっちの方がいいっていう判断ですね。焦げる加減が一番かもしれないですね。結構1秒2秒で変わってしまうんですよ。ここだと思って決めにかかってももう遅いですし、なんかそれのなんか2、3秒前をもう察知するというか、音と匂いと、視覚と感覚的なものは本当にでかいと思います。お客さんはそこまでそんな分かってないのかもしれないですけど、それをあまり分からせたくないから自分たちも腕を磨くんですけどね。
できたボールぐらいで立ってるんじゃないですか。そうだね。ずーっと永遠吸ってるから。検証になりません。それはお仕事だから。お仕事だから。お金を入れてください。お分かりとかのことマジでこれ覚える。はい。ナンバリバター追加でお気をつけください。師匠。これ後から上澄みを乗せていく理由ってあるんですか？油っすね。最後油でかぶせるというか、見た時に油の層がなんか感覚的に分かるんですよ。でなんか足りないとこは油かぶして。にノーマルコーキャー大盛り。お題入ります。味噌4個で大盛りお願いします。波固めやります。あれこれ7年近く通い続けてます。やっぱりスープが美味しい、抜群。生姜使ってて、それがすごいいいアクセントというか、多分炭でとちょっと違うテイストのスープがすごく気に入ってます。あれはやっぱりそのバランスを保つためにパンチの中にもやっぱりちょっと飲みやすさというか、でも生姜入れた方がちょっとうまいですね。やっぱり
北海道だとやっぱ極寒の地域なんで、こっちちょっと気温とかも夏は40度近くまで行きますよね。そういうことも考えて、土地柄のことも考えて、油ももしかしたら炭火よりも張ってないと思うんですけども、結構それは食べやすさとともにけど厚さも残しつつ作り上げてますね。はい、自分の個性で。何折りになります。幼馴染がおすすめしてくれて日本一の味噌があると聞いて、パンチはめちゃくちゃありますね。最初マイク・タイソンかと思ってご飯にバウンドでチャーシュー作ってすごい。そうですね、これはバウンドさせないと失礼かな。やっぱパンチないとやっぱ人の脳に届かないっていうのもあると思うんで、やっぱそこは意識しながら、やっぱ自分も他のラーメン屋行った時に物足りないって思うところも結構あるじゃないですか。あまりそういうのは僕は好きじゃないんで。ありがとうございます。もやしとトッピングをかけてください。どうも。大量のもやしをトッピング頼まれてる方がいらっしゃいます。結構みんなそれ驚いてくれるんですよ。みんな同じこと言うと思うんですけど、やっぱり段違いなんですよ。段違いの味噌ラーメン。味噌ラーメンの中でレベルが違うというか、そんなん食べられないのかでって思うんですよ。うちがたまたまカップラーメン化になってからちょっと興味を持ち始めて、他のお店のカップラーメンも買い始めて、そしたらなんかそれが集めるの楽しくなっちゃって、今ちょっとコレクターみたいになっちゃうんですけど、家にちょっと嫁に怒られながら置いてます。でも1個600円のカップラーメン買いました。すみれオールスター2個1200円、娘用に。子供にあげます。そうですね、当初やっぱり札幌でずっと考えてたんですけど、たまたま先輩たちが区を埋めてったんで、
たまたま妹がですね東京にいまして、なんで札幌だけにこだわってんのって言われて、そこからちょっと目線を関東に向けるようになって、ちょっと札幌っぽいんですよここ。船堀がなんかちょっと道路広いですし、社長はどっちかといえば弟子も東京に1個2個あってもいいって考えだったんで、結構賛成な感じで言ってくれて、ただ当の本人はやっぱり前例がないわけなんで不安しかなかったですね。この味がやっぱ受け入れられるかが場所にもよると思うんで。ありがたいことにお客さんこんなに来るとは思ってなかったですよ、正直最初から。これはやばいぞってもう必死でしたよね。やっぱりすみれの偉大さ、やっぱり店持ってからなおさらをなんか響くというか、なんか背中に背負うもの、それは感じます。味噌3個大盛りますよ、大盛り。はい、頑張れ。みんなそれ驚いてくれた。ありがとうございます。はい、抹茶です。町にマジの森にも来てます。味噌をもともと苦手であんまり食べられなかったんですけど、たまたま美味しいよってことで食べたら、結構こう今までの自分の味噌のこととか振り返ったり、すごい美味しいというかまろやかですぐ食べちゃって。感謝が出てきて、でうちらがあげるときに飲み干してくれたんだな。食べます。味噌4個で大盛りお願いします。入れて少しこう混ぜながら絡ましてちょうどいい甘めになります。まあ元気になるし風邪ひかない感じですね、これ食べると。そうですね。カレーも美味しかったです。カレーも美味しかったです。チャーシュー入り柔らかかったですね。トロトロして。ほぐれてましたよ。ほぐれてたね。食べました。はい。美味しい。はい、美味しいって言ってたね。ませ
5個ぐらい受けたと思うんですけど、大学出た短大なんですけど、全部落ちましたね。風太郎になった時にラーメン屋やろうかなみたいな。今思えば全部落ちたのはこのためにあったみたいなっていう、まあプラス思考で思いますけど。当時やっぱり札幌に僕住んでたんで、一番有名なすみれ、しかも自分も札幌ラーメンが一番美味しいと思ったんで、なんか厳しそうなイメージもあったんですけど、どうせやるなら厳しいとこは行った方がいいかなと思って行きました。もう最初3ヶ月はなんか指切りまくってましたね。歩く救急箱みたいなこと言われてました。今はもう見てもって10年とか経っていて、これからは自分の体との相談しながら、あまりオーバーワークになってもやっぱり長くやりたいんで、このラーメン屋をずっとこのお店を続けていきたい。そうですね、店舗展開は考えてないんで、一番のやっぱり他のラーメンってなかなか難しいんですよ。タレがあってスープがあってとかのレベルじゃないんで、人の腕で焼いて、それがあるんで、どうしても店舗展開するともうブレブレになるのは目に見えてますよね。まあ、今まだ44なんで、全然無理しますけど、これが50過ぎてとかなってくると、あとやっぱ自分との体と見ながらやっていかないとなっていうのは思ってますね。今はまだ全然大丈夫ですけど。本当のザリが食えるのは鶏もちと白食いいこと言うね。今日海行ってるらしいよ。だから俺は明日多分北海道でザギザギって言ってるのは全部嘘。ただの唐揚げをザギって言ってるだけ。本物のザギは下味も違うし、何しろ60数年間ね継ぎ足した鶏松の脂がないと本物じゃないし、つけて食べるタレも違う。この3つだよね。これがないとザギじゃない。つけました。もうお腹いっぱいの状態ですけど、何も食えない。白よろしく。編集。いやー、2度寝しちゃってさっき起きた。すごい年季入ったまな板ですね。ちょっと21年経ちて早いもんだよ。国産のブロイラーで十分。下手にそんな高い地鶏だとかなんとか揚げ物に合わない。硬くなっちゃう。まずは自分が皮についてる油を落とす。1日でどれぐらいの量使われるんですか？だいたい6キロ。何割ぐらいが注文されるイメージですか？ 100%。100% だって。
ず来た人は必ずザンギ食べる。まず下味からして違う、普通の唐揚げとはね。まずうちはニンニク使わない生姜、塩、ブラックペッパー、あとは香辛料は2つ、お酒と醤油も使う。門外不出のノウハウ、いろんな香辛料も入ってます。やっぱ継ぎ足し継ぎ足しできてるから鶏のエキスが油自体にも染み込んでるわけよ。鶏しか入れないわけよ。まあちょっと野菜もあげたりじゃがいももあげるんだけど、魚介類とか絶対あげない。で冷凍物も入れない。この油を少しだけ油がちょっと濃いかな。少しだけ入れればいい。今日はこのぐらいでいいです。あと半身も上あんのか？半身もおろしてきて。これが骨付きザンギになるの。だいたいこれで2人前。そうなんですね。一本面白いね。そういうのができるだったら何するって言ったらみんなですね。もううち。オッケー。お、鮭の白子結構出たな。白子と豆腐の煮付け。これ白子でも立ちっつってスケソの骨。今日カジカ汁を作るから。北海道から仕入れたカジカ。カジカを一度一煮立ちしたやつ。もう野菜切って鍋にぶっ込んで煮るだけの状態にしたら釧路でさばいてくれんだよもうぶつ切りで送るやつんだよ。これが釧路のポン酢。人参は僕が嫌いだから入れない。よっしゃ。あれカジカ汁の札あったんじゃないか。探すのは大変なんですよ。すごい量の札ですね。作ったもののあった。こんなもんかな。
これな、人参が入ってりゃな、もうちょっと色合いないんだけどな。人参好きじゃないからな。食べたいものを作るみたいな。自分の食べたいものしか作んない。やだ。北海道からどういうものを仕入れてるんですか？厚岸の岩牡蠣、アサリ、あと鮭のルイベとか、うちは水ダコの頭だけ取ってるの。なんか頭が一番美味しいような気がして、水ダコは。もう魚関係はみんな釧路からだな。釧路はほら有名な和商市場っていうのがあって、そこの業者にまあその業者でないものは周りから買ってきてもらったりとか集めてもらってる。だからすげえ便利。久々に作ったらうまそうだ。売るのやめちゃおうかな、これな。自分たちで食べた方がいいよ。いらっしゃい。まあ徳さんこの辺座ってね。いや、開業当時からの客ですか？そうそう。じゃあもうオープンしようか。あ、すいません、オープン前だ。じゃあ徳さんに酒作ってやるよ。おい。9時ぐらいにやめちゃうと思います。じゃあ生ビール、瓶ビールとザンギ、これなし。はいよ、壺にタレ入ってます。壺ね。まだまだ。まだ。この時点でじゃあ違うね、普通の。で、この小皿に取ってつけて食べます。はい。このタレを。もっとだよ。もっと？たくさん入れるんだ。ザンギってタレつけるんだ。そう。なんか確かに胡椒入れてもいいとか。美味しい。あそこ一番だからね。つけてうまい。なんかサクサクしてるっていうよりふわっとしてるかも。なんか初めてかも。中濃とウスターの間ぐらい。そんな感じ。スパイシー。サクサクしてたらタレつけるのもったいないと思うけど、ふわっとしてるからタレ染み込んで美味しい。なんか。ビジルが進んで仕方ない。仕事前なのに。タレをつけて食べるの。このタレも特製。これがないと残念だよ。みゆきちゃん寒くない？量から言ったらよね、本当居酒屋の方が高いぐらいの感じで他食えないでしょうが。手羽先食いてえだろ？手羽先一番だからね。こうやってザンギをしてる。油が濃いからどこにいるかわかんないですね。そう。あんまりかき混ぜると温度下がっちゃうから、とりあえずほったらかしにして、自然に上がってくるから。わあ、うまそう。お塩つけて食べてください。そう、塩つけて食べて。
美味しいです。ああ、うまそう。東京で残業食ったらみんなこっち行く。何残業で唐揚げじゃねえかって最初言ってたら姉貴と知り合ってまあ油が違うと。だからうちは片栗で揚げるからいわゆる衣にこの油の味が乗るっていうかな、鶏肉自体が持つ鶏の味とは別でこの油の味わいも片栗に乗っちゃうわけだからちょっと違う味が違うわけ、普通の唐揚げとは全然違う。お疲れ様です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 。白子と豆腐の煮付けだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。あ、生です。お疲れ生です。去年ぐらいからなんですけど、大将がまあやっぱりいろんな人とつないでくれるんで、山さんが別のお店も一緒に飲んだりとか行ったりします。北海道の厚岸の牡蠣を使ってます。サバ塩。やっぱりね、厚岸と、昆布森、仙宝市、この3つの地区の牡蠣が一番美味しい。大丈夫。ちょっと待ってください。手の方だ。どうぞ、生ビール。絶対うまいっすよね。やばい、ポテトサラダ。今回は厚岸。あと時期によって仙宝市が良かったり、昆布森が良かったりする。もういわゆるもう並んでんだよね、その地域はね。ラシ1。はい、タレつけて食べてください。ギャグっぽくやればいい。だったら飲むよ。それだけはやめてくれよ。今日海行ってるらしいよ。だから俺明日電話して。持ち主がちょっと甘く感じる。ちょっと今度豆腐取ってみますけど。合うよね。お母さんね。はい、おまいです。ララポードみたいなことができる。だからそんな感じですよ。だけど商業施設だけど、これ毎日来た時に毎日。あれ、3番店舗あるね、あの会社いるんでね。多分俺が骨も柔らかいんですよ。奥田スタイル。奥田スタイル。たらこ炙りなんだけど。たらこ。ありがとうございます。10高塩ザンギです。美味しい。 すごい。 美味しい。 すごい。 美味しい。 すごい。 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 すごい。
下味は塩と酒だけ。塩ザンギですこれが。これにハイボールがもう塩ザンギだけ野菜。今来た時俺必ずこれだよね。塩ザンギも。おい塩ザンギいいとこつくね。人気です。いただきます。ステーキ見てるよ。塩ザンギの方がまあサクサク感はあって美味しい。グレープ生搾りグレープトマトサワー。お疲れ様でした。おやすみなさい。それでいい。おいよ。山形牛の骨付き一番うまいよ。本当ですか？あ、じゃあ骨付き食べたお願いします。ことないよな。多分ないけど。骨付きの方がうまい。あ、本当ですか？どうすか。初めて食べるね。ポテトサラダ。あや、スーはみんな骨付き。白の鶏の巣は結構骨付きの方が多く出るかな。もう住民が全部スーだからザンギで育ってるようなもんだね。白は。北のカツを一つに。はい。これね、みゆきちゃんが作ってやって。北海道のお酒です。素晴らしい。永瀬さんはいい人。今結構根室の北の方すごい人気。ああ。白の地元の連中も結構日本酒って言ったら北のカツばっかり飲んでる。へえ。手羽元。はいや、これはお塩でね。このままいくの？ありがとうございます。塩。ね。やっぱ忙しくなるね。それ有名人ですね。手羽元もザンギと同じ揚げ方ですか？もちろんもちろん。手羽先と一緒。下味は塩と酒だけ。とほぼ同じ値段ですか？
プール飲んでいって。ありがとうございます。いただきます。全部兄貴につけて。ジュースがあってね、一番高いジュースはこの辺の1本2万円ぐらいですね。ジュースで、熱海今 AD さんにいらっしゃいっていうことで、年間150本のジュースです。皮も食べれるんだよ。皮食べれるんだよね。この皮がまた美味しいんだよね。あ、そう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 。はい。美味しく。取る料理はみんなどうですか？北海道だからうまいよやっぱり。味は男爵とは全然違うよ。シシャモ。シシャモも違いますからね。普通のシシャモと。そう、オスだからね。オス入ってる。オスが美味しいんだよね。身はオスの方が。みんなメスだと思ってるけどね。オスメス半々しいです。シャモ置きます。出される時は1匹ずつ。オスメス。それね、もういわゆる皮の乗ったポッチャレね。そうそう、ポッチャレ。ラム肉はこれ今1人前ですよ。2人前。取られてましたよ。いいよね、体に。ジンギスさん、長瀬さんのおごりです。ああ、すみませんね。早がっちゃって、なんか。今はみんなホットプレートで焼くんじゃないの？ジンギスカン鍋なんか持ってるところないんじゃない？その器ちょっと。これでいいですか？大丈夫ですか？ゲスト食べて。ジンギスカンのタレは何ですか？ベルタレ、北海道で有名なベルのタレ。大丈夫。うどん上がります。はい、どうぞ。ジンギスカン焼きうどん。これ鶏皿です。お姉ちゃんだ、確かに。おさん自身お好きなんですか、宮沢さん。いや、好きやん。嘘だ。お客さんがコンサート行ってんべや。はい、すごいボーマン。もう鳥松は創業の時から子供の時からもう家族付き合いだったんで、だから唯一ノウハウを教えてもらったのは僕だけです。これはもともと博覧会専門のプランナーだった。横浜のベイサイドマリーナのこけら落としとかも全部うち
調べてヘッドハンティングにあって通信会社で観測用の雑誌を作る編集長になっちゃったの。その通信会社自体が新規事業をやりたいっていうことで、じゃあ鳥松の残儀やりますか、飲食業手出しますかっていう提案をしたら OK が出ましたと。でみんな釧路の鳥松に役員ベンチを連れてきましたと。これはうまいと、絶対東京でも流行ると。ふと考えたらなんでね、これは自分でやるべきもんだと思って実際にその立ち上げをやらずに会社を辞めちゃったわけ。釧路に飛んで鳥松で修行をして、でノウハウを教えてもらって、なおかつ揚げ油ももらってきてここを作ったっていうのが経緯です。めっちゃ美味しいし、唐揚げって中国語でザ・ジーってで、鳥松の創業者は当時鳥松オープンした時みんなザギーザギーって言ってた時で、でもマスター鳥松の創業者は運がつくようにっていうことで間に運を入れてザンギと命名した。もっとフランチャイズ店をどんどん増やしてこの残儀を広めるってこと。そうそう、それはやりたい。釧路の鳥松とうちしか残儀食べれないから遠くから来る人をフォローするためにももう地方でもいいし、こうどんどんフランチャイズやりたい人手を挙げてほしい。そしたらその人たちわざわざここまで来る必要ないじゃん、それだけよろしく。よろしくやってるな。うなぎとか焼き鳥とかと同じ路線なんですよね。照り焼きっていうか、やっぱり香りがつくと思いますけどね。炭火でやるとね。炭火の香りとこの大盛りさにいいなと思ってまた来ちゃいました。週1で通いたいですよね。値段も手出しやすくて名前勝ちしてました。豚野郎負けました。よいしょ。豚丼屋さんらしい感じで肉でもやりましょう。まあちょっと油が多すぎるところはカットしていって。
やっぱりあんまり油いっぱいついてるとこの脂身の部分って火の通り方が違うから焼くのが難しいんですよ。油の方が火が通りにくいので、だからどっちに合わせるのって話になっちゃうんで、よくほらホルモン屋さんでも油が多いとこ焼くと火が上がっちゃうじゃないですか。お肉屋さんいいの持ってきてますけど、やっぱり日によってもちろん肉質があんまり良くない時もあるし、このバラの中でも硬いところもあるので、セルだけで1人前作っちゃったらあんまり美味しくないから、高級店みたいにいいところしか使えませんっていうんじゃ商売にならないから、すごい高い値段の豚丼になっちゃうんで、学生街だから学生が出せる範囲の中でなんとかやらないといけないんで、多少部位は違うんですけど、でたまに骨がついてたりするんで、そういうのは取らないとお客さんに出ちゃうとあんまり良くないので、だいたい30キロ前後ぐらいですかね、1日ね。今はお肉はね、今はカナダのお肉を使っていて、その時いいのをお肉屋さんに持ってきてもらうっていう感じなんですけどね、お肉屋さんにとっていいお客さんになればもちろんいいのを持ってきてくれるだろうし、だから頑張って一生懸命売ることじゃないですかね。大体基本は醤油とみりんと、それだとお砂糖類ですよね。うちは蜂蜜とかも入れますけど、ある程度固まるまでにやっぱりどうですかね、7、8年かかりましたかね、オープンしてから。うちは小中大っていうサイズしかないから、小はここでかける、中はここでかける、大はここでかけるって、このレードルの大きさが違うから、それで3つ分けてるだけです。お肉もご飯も量が違うので、それに合わせてタレも量も変えないとしょっぱかったり薄かったりしますよね。火起こし結構時間かかったりしないですか？これはでも20分ぐらいですね。新しい炭と1回使って途中で消した炭を混ぜて、1回火がついた炭は火がつきやすいから、だから急に必要な時用に1回燃えたやつをこうやって外に入れるんですよ。そしたら火力が弱くなって強くしたい時にこうやって1回燃えた炭ならすぐつくから用意してあるんですよ。常にどんどん炭が燃えて小さくなっていっちゃうんで、燃えれば灰もかぶってくるから、その灰が邪魔して温度がなかなか上がらなかったりして、火力を一定に保つのがやっぱり難しいです。ねえ、これ豚野郎ですけど、本当そのままですけど。いや、山本さんガリガリでしょ。なんかね、なんかねとか言ってる。まあ、今日お客さんあんまり来ないだろうからのんびりやりましょうよ。息子がここでバイトしてたんですよ。ここスタッフさんがすごくいいから、店長にしても皆さんすごく。そして米に水を吸わせて炊く準備をするっていう感じですかね。このまま冷蔵庫に入れて冷やしながら水を吸わせるんですよ。やっぱり時間かけて炊く方がいいらしくて、冷えた順々に炊くような形ですね。お米屋さんで働いてたこともありましてね。そうなんですか？そういうアルバイトみたいな感じで、やっぱりそういうお米のことも勉強しないといけないし、いろいろね、豚丼屋さんをやるにしても意外とね、石橋を叩いて渡るタイプなんで、準備して始めてるんですね。ここは揚げとネギとわかめ。ここのお店の場合は豚丼屋さんなんで、お味噌汁は儲けるためにあるんですよ。豚丼自体は原価が高いからあんまり儲かんないから、そういう卵だとか味噌汁だとかそういうものを注文してくれないとあんまりうまみがない。それを注文してくれると原価が下がって神様のように感じ基本的には学生とかサラリーマンが日常的に使ってほしい店なんで、なるべくシンプルな方がいいかなと思って。券売機のところでいっぱい
書いてあって立ち止まっちゃってね、考えないと自分が何を食べたいのか分かんない時あるじゃないですか。もう山ほどボタンがあって、あれを食べるにはどこを押しゃいいのかなみたいな、ラインだと嫌だなと思って、下に看板も出せないし、どうやってその前を通るお客さんに認知してもらうかみたいな、そこが最初やっぱり問題だったんで、やっぱり変わった名前を付けたりしてどうにかして呼び込む作業が必要になってくるんですよ。だから興味を持ってもらわないと、だから何でも逆ですよ。覚えてもらうために他の店が綺麗だったら汚いし、もう前は最初はもっと煙で黙々でもう前が見えないぐらい真っ白なんですよ。いやそうです他の店が最初すぐ出てくるならもうなかなか出てこないしみたいな、何でも逆ですよ。中1個。まあ基本的には同じになるように並べてますけど、その時の炭の状態ですね。同じような肉でもこの肉はちょっと熱いから強いところに置いてとかって、全部、まあ、同じだ、火の通りが同じだったらそんなことしなくていいんですけど、同じじゃないから。ちなみに二度漬けする、それでどう美味しくなるみたいな、そういう味の変化って1回だとあんまり味が乗らないので、3回だと火が通り過ぎちゃいますね。で2回っていうか、に持ってって、はい、どうぞ。定食何万でしたかね。こちらの。はい。ありがとうございます。いただきます。まだ。まだまだ。聞いてて気持ちいい。お願いします。シューが2つですね。タイミングとかどういう基準なんですか？どうやって自分で判断してるのかあんまりよくわかんないんですけど多分この感じだったらこれぐらいみたいな体内時計みたいなのがもう何千回も何倍回もやってると自然と出来上がってなると思うんですけどね。今が裏返すんだとかなんだとかって。あと味噌汁3つお願いします。温玉が全部で4個です。盛り付け方はご飯が見えないように盛り付けるっていうのが基本で、熱いところは斜めに切りますね。そっちの方が食べやすいし多く見れるっていうのもあります。イタリアロール中盛りどうでしょう？はい、どうもありがとうございます。中豚丼です。中豚丼です。看板メニューって感じのつらビジュアルな、めっちゃいい牛丼とかやったら僕のいつも食べてる牛丼は結構縮れ
縮れでなんか肉1個は小さいんですよね。それも美味しいんですけど、この豚丼は1枚がでかいし分厚いから、そこの満足度は結構違うかもしれないです。第2ですか。よっしゃ。じゃあまた第2しましょう。第3個。台が3つですね。8から9。これが1枚だとしたら2枚半から3枚ぐらいですね。まあその肉の厚みとか大きさにもよりますけど、すごい長い豚もいれば短い豚もいたり、まあ肉屋さんも日によって厚みが違うからあれですけど、まあそれをカットすると、まあ5等分とか6等分にカットするから15枚とか。見れないでしょ。はい、大豚丼お待たせしました。やば。並びがいい。並びがいい。やば。ちょっと下まで行くのにかなり深いですね。乾杯やばいかも。いいですね。何けどすごい。夜飯頼むよ。そうでした。どうもすいません。どうもありがとうございました。大です。いいですか、もうちょっと。いや、こっちから。これ油が多いところなんで、押さえてやるとパリッとするっていうか、まあ火も早く通るし、うまいこと焼かないと、よく鶏の皮みたいなぐにゃ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 したちょっと食感が気持ち悪いみたいな感じになっちゃうんで、それを捨てちゃってるとまた原価が高いものになっちゃうんで。山本さんいつもより上手じゃん。あら、そう。今日はいいね。いいね。取られてるやっぱ人が仕事が変わるね。そんなはずはないですよ。それはないけど。大豚丼ですね、お待たせしました。お待たせしました。中豚丼のお客様。大豚丼です。大盛りで1日どれぐらい出るイメージなんですか？まあどうかな、4分の1ぐらいですかね。あとはほとんどが週のサイズで、ショーはまあ日にもよりますけどちょこっとですかね。女性のお客さんが多い日とかそういう時は出ますけど。この辺があると結構嬉しいですよね。唐辛子とか胡椒とか。確かに。なんか山椒かけるとちょっとうなぎに似てる思いました。大体うなぎのタレの味に近い。中で待ってていいです
ですよ。暑いですから。あとここにお水ございますので、セルフになってますので、お水を。一度台です。大豚丼です。お待たせしました。中豚丼です。お待たせしました。そう、味変いっぱいできるっていうのもすごいこの店の好きなところ。僕は毎回半分食ったら漬物を、この漬物めっちゃ美味しいから漬物食ってお口リセットして、これとかもからしとかもちょっとつけたりとかして食べてます。弟なんですけど、普段僕がすごいお気に入りの店だったので、ちょっと食べさせてあげたいなっていうはい、今で東京に遊びに来てるって感じで、はい、羨ましいなっていうのが一番大きいです。はい。というか味変いつ一番おすすめのやつからしじゃないですか。おじさんはやっぱり豚肉にからしつけるのが好きなんで、焼き鳥屋でも何でもみんなからしつけんじゃないですか。豚肉とからしっていうよりおじさんとからしって相性いいんですよ。それめっちゃおもろいですね。おじさんはからしが大好きなんです。これで漬物は前は自分で漬けてたんですけど、コロナの時に漬けても客が来なくてダメになっちゃうからもう漬けるのやめちゃって、それでお客さんが自分で食べたきゃ勝手に取ってやればいいだろうっていうことで、無料だからね、味変えるのにいいかなと思って。どうもすいません。ありがとうございます。私、小豚味噌汁。小豚味噌汁。激アツ。ウーバーの台、店内のショート中。はい。今日のお客様、中豚丼です。5番におつまみ。加入するか。なんか今ゆいちゃんが入れたり。大学近くとかだと1000円はいかないぐらいを基準に選んでる気がします。中でもお買い得。やっぱりこの辺は一生懸命勉強して頭のいい子が多いから、これからの日本を背負って立つんだから頑張って勉強してもらわないとまずいじゃないですか。ご飯が美味しかったからとか元気が出たからとかって勉強頑張ろうと思ってくれればそれはそれでいいじゃないですか。なんか社会に貢献してる感じがするじゃないですか、それで。焼肉屋なんで、そういう何か焼肉のなんか丼みたいなのをやろうかなと思ってたんですけど、テレビで北海道に豚丼ってのがあるっていうのを見て、それでじゃあ食べてみようかなと思って北海道に旅行しに行ったら、なんかこうほら結婚する人に会った時ビビッとくるみたいなこと言うじゃないですか。あ、この人だみたいな、そういう感じで食べたらこれの方が商売うまくいくかなと思って、それで豚丼にしたんです。それだけは何軒も行きましたね。それでそのままいろんなスーパー寄って豚丼のタレっていうのがいろんな会社から何十種類もタレを出したから、それを全部買ってきて裏の成分表示を見て、今でこそいろいろねタレも売ってたりとか、こっちでもあれしますけど、こっちじゃなかったですからね、その時は。新宿3丁目にね白樺っていう豚丼屋さんがあって、その1軒ぐらいだったんじゃないかな、俺がそのお店やろうかなと思った時は。たまたまあの時テレビ見てなかったら、北海道にそういうのがあるんだって
思わなかったらもしかしたら今は違う人生になってたかもしれないし、でも多分今の方が多分いいと思いますけどね。違う人生になってたとしても多分お店どうしていきたいとか、あまりそういう展望みたいなものもないんですけどね。YouTuber ですかね。なんか見てて楽しそうだな。3番さん、おしんこご飯あります？お願いします。もっとね匂いのない肉もあるんですけど、それだとつまんないのでラムの香りは残りつつ甘みがあってっていうお肉をうちは使ってるんですけど。北海道物産展のやつバイヤーってやつやってました。結構北海道でこういった食事とかいろんなところでジンギスカンの食べる機会多かったんですけど、生でも食えるぐらいの鮮度の良さなんで、いや本当に北海道とかでもに比べても美味しいと思います。本当にマジで。残念ながら去年の9月に倒れて、でそのまんま亡くなっちゃったんです。大将が考えたものっていうのはオリジナリティがあるものが多いので、やっぱりその創業者が考えた基本的なものっていうのはずっと引き継いで残していきたいなっていう気持ちはあります。なかなかいい物件がなくて、でたまたまここ紹介されたんですけど、大きい窓ついてるので開放的だしでいいねってことでここを一発目で決めたんですよね。でちょうどこちらの方側だったら西口のこっちの方だったら会社帰りの人とかが多いので、もともとはね会社帰りのねサラリーマンの方とかなんかの憩いの場みたいな感じでカウンターだけの小さい店にしたいっていうのがあったんですよ。だからちょうどいい場所だったんですし、ちょうどいい物件だったんですよ。オーストラリア産の肩ロースの肉しかうち使ってないんですけど、冷凍ずっとかけてないので、オーストラリアからいい感じで熟成されて持ってきて、でちょうど食べ頃みたいな感じのお肉を使ってます。で現地冷凍のやつとかもう少し安く仕入れができるんですけど、チルドのやつだとちょっと仕入れ値高くなっちゃうんですけどね、その分でも美味しいですよね。やっぱりねもっとね匂いのない肉もあるんですけど、それだとつまんないのでラムの香りは残りつつ甘みがあってっていうお肉をうちは使ってるんですけど。営業中に使いやすいように1本ずつ空気抜いて袋詰めにして、店をオープンする前にその当時は東京で羊の肉を扱っている業者さんが
ほぼなかったんですね。なので向こうに行って小さいフライパン持って肉屋さん回って 100g その場で買って焼かしてもらって、で何軒か回ってここの肉がいいっていうことで見つけてきたところなんですね。でそこの肉屋さんとずっと契約して生でも食べれる肉なので、お客様にね焼いていただく時もレアでは食べられますので、お好みの焼き加減で焼いてくださいってご案内してるんですけど、結構旅行とかでね東京の方が北海道旅行行ってジンギスカン食べた後に匂ってそんなに好きじゃないみたいなね、そういう方とかも多かったと思うんですけど、これだったら東京の方にも受け入れられて、ジンギスカン苦手だと思ってた方も美味しいって言ってくれるんじゃないかって言って話してやってはいましたけどね。本当に自分で言うのもなんですけど、お店作った時はうちのジンギスカンマジでうまいと思ってましたからこれはね、お客さんがねお好みでタレに使う入れてもらう薬味の補充、フライドガーリックと唐辛子です。いらっしゃいませ。幻の夜にしか現れない猫。お肉の方レアでも召し上がれますので、お好みで焼いて召し上がってください。野菜こちらで混ぜますので、そのままで大丈夫です。はい。まず最初にいらしていただいたらジンギスカンとして食べていただくお肉は人数分の提供させていただくのだけは決まってるんですね。あとはお好きなものを追加で注文していただくっていう感じになります。両津はやってる。両津はやってる。はい、野菜混ぜます。絶対やったことある。俺や。なんか誰がいいかわかんないから意味なかったな。はい、じゃあこちらがね、たたきです。コーンサイズになってます。予約して、やるっていうのは非常に面倒くさい。いけるわ。全然焼かんでも焼かんでも全然いけるんだよ。ちょっと焼いて。すいません。美味しいですね。ありがとうございます。びっくり。ジンギスの匂いがなくてですね、よく羊はマトンとか匂いがあるって言うんですけど、匂いなく美味しくいただけますね。で、赤身でヘルシーでうまいですね。ありがとうございます。いや、そういうこと、馬肉とか、タンパク質も高いですよ、馬。あ、そうですね。むっちゃうまいですね。羊の肉はね、低カロリーで高タンパクだからいいと思います。やっぱスーパーとか買うと匂いがやっぱ全然いける。ありがとうございます。で皆さん言われますよね。皆さん言われますよ。いやもうそう言っていただけるのが生きがいでやってますから毎日聞きたいです。ありがとうございます。おすげえ。すごいすげえ。すごいね。いやいや。ああこれいいな。すごいですね。なかなかこうブロックでラムを焼くなんてないし、で北海道物産展ですやつ倍熱いやつやってました。結構北海道でこういった食事とかいろんなところでジンギスカン食べる機会多かったんですけど、肉も本当
美味しいですし、ね、生でも食えるぐらいの鮮度の良さなんで、いや本当に北海道とかでもに比べても美味しいと思います。本当にマジで。おろしポン酢、ラー油、バター、タコスソースありまして、タコスソース大将がちょっと変なやつだったのでそれでスライスするだけじゃなくてうちの肉だったらああいう感じでブロックで出してでサイコロカットしてってやっても美味しいんじゃないかっていうのでズボッと大きい肉ボンと切って出したのが最初なんです。それが結構こう人気が出て。ソースにするとタコライスの最後にそうですね。つけると書いてあるなと思って。いいですね。頼りにしてるスタッフで。お客様がね考えたんです。うちのハンバーグは。その当時やってたユッケがあったんですけどね。それで常連さんの方が最初半分ユッケとして食べてでもう半分叩いてって言ってで自分でジンギスカン鍋の上でハンバーグ作って焼いてたんですよ。でそれで大将が結構こう頑固親父系のタイプだったものでお客様に対しては面白い人だったんですけどね勝手に変なことをされると怒り出しちゃう人だったので大将がいない日にそのハンバーグをやってたんですけど、そろそろいいかなと思って大将と私と2人店に立ってる日にその方が来た時に「今日もハンバーグやってみる?」って試しに言ってみたらそうしたら大将がおハンバーグいいなってことになってで本格メニュー化になったんです。すごい肉汁だこれ。2番さんはマスターです。今回はトッピングと一緒にホテル泊まってトッピングにガーリックバターを選んでいただいた方の場合は少しハンバーグ残していただいたら最後にバターライスができますよっていう案内です。あとトッピングにタコスソースもあるんですけどそれを選んだ方はタコライスが作れます。きゅうりはいお待たせしました。私はガーリックライス食べたんですけどとってもお焦げがあって美味しかったですね。私的には一番最後はタレが残るじゃないですか。でそのタレとほうじ茶割って最後スープかお茶漬けができるんですけど最後にお茶漬けにして食べるのが私は好きなんです。一番最後は15個が頑張ればなんとかなる。スカスカになった。本当はね美大志望だったんです私。札幌で1浪してで2浪目は東京でしようと思って出てきたんですね。2浪目の学費は出してもらえなかったのでこっちでアルバイトをしなくちゃいけないと。でたまたまおばがやっていた仕事っていうのが料亭さんとかに派遣されるコンパニオンだったんですよ。でそれで私もそのアルバイトをやり始めたんですね。でそしたらなんか私絵描いてるよりなんかこう接客業の方が好きかもしれないと思ってでそれでそっちの道に入っていったんですよね。この後ホステスになったわけですよでそれで大将がいるお店に入ったんですよね。大将はその時はねカウンターのチーフだったんです。大将からちょっとラブレターをもらいましてでそこからお付き合いが始まった感じです。本当はね一番最初はあれだったんですよ。私と2人でするわけじゃなくてジンギスカン屋はね大将のお友達がいたんですけどその大将と友達が2人で半分ずつ出資してなんかやろうかっていう話をしてたらしいんですよね。何の店やろうかなっていう
ことを決めるのに、私の実家に大将とよく帰ってたので、ジンギスカン屋さんとか食べに行った時に、そういえば東京ってジンギスカン屋さんないよねってことで、じゃあジンギスカン屋さんにするかってことになってジンギスカン屋になったんですよ。で店をやることになったんですけど、そのお友達は何しろ飲食店の経験は一切ないので、全部大将と私の方でいろいろタレ作ったりとかで、大将は料理人なので作れるわけですよ。でなんだけど、そのジンギスカンのタレ味っていうのは大将東京の人だからいまいちわからないので、大将が作ったタレを私が味見して、でもう少しこういう風にして、もう少しこういう風にしてって言って出来上がったのがこのタレなんですけど、うちが7月オープンだったんですけど、7月のね、そうね、半年経たないぐらいかなぐらいの時にはあってジンギスカンブームだったんですよ。でもうラッキーだったんですよね。でそれでジンギスカンブームになって、ですごかったですよ。その時はもう階段の下まで並びました、お客さんが。で2人で営業してるのでかなりハードでしたね、これね。お家でも一緒、店でも一緒になると結構衝突が出てきて、結局別れたんですけど、で帰って別れた方がうまくいった感じだったんですけどね。お友達だっていうかパートナーっていう感覚でね、で関係が良くなったんですけど、でそれで10年前ぐらいに大腸がんで倒れて入院して手術して、で、手術1回成功したんですけど、また再発してっていうので、ずっと弱い抗がん剤をやってたんですけど、残念ながら去年の9月に倒れて、でそのまんま亡くなっちゃったんです。肉切れるのがね、その時私しかいなかったので、私結構ね、あの時はね、結構平気で十何連勤とかして出てましたね。その大将が考えたものっていうのはなんだろうな、オリジナリティがあるものが多いので、それでもうずっとその古くからのお客様なんかも気に入ってずっと注文し続けていただいてるし、やっぱりその創業者が考えた基本的なものっていうのはずっと引き継いで残していきたいなっていう気持ちはあります。はい、3番さん、お進行から入り口。あとハンバーグです。はい、じゃあハンバーグ乗せておきます。それに機械合うならいただいて、仙台でそれが村上さんのうちと往復するならこっちにっていうのがあったんです。今度それも機械ですね。だから今後ね、少しずつ店舗増やしていきたいと思ってるんですけど、例えば店舗がどんどん増えていっても、こう基本的ななんていうんですかね、アットホーム感があって、でもって美味しいものを美味しく提供して、でなおかつ楽しんで食べてってもらう、でまた美味しかったよ、また来るねって言って帰ってもらうっていうのがちょっと
頑固親父系でちょっとダメだった方もいっぱいいるんですけど、お客様の中ではね。だけど大将のファンもたくさんいたんです。でそれで、そういうポリシーなんかはずっと引き継いで、今いるスタッフの成功してってもらいたいので、今いるスタッフもリッチになってもらいたいと思うし、そこら辺はずっと守りつつ、ちょっとずつ店舗展開だったりとかはしていきたいなと思ってます。そうすれば血とかが取れるんで、アクになるんで、それを洗って表面にこびりついたアク取り除いてからスープに入れないと。鶏ガラと豚骨と背ガラで頼んでるんですけど、僕は一応それが昔から煮干しです。旭川ラーメンはセットに味干しが入ってて、で動物と魚介のダブルスープ使ってるんですけど、それが味干しですね。煮干しの味干しが入ってます。前日仕込みで今日のランチに使うやつです。これ使い切りなんですけど、まだ夜足りなくなって夜の終わり間際ちょっと使います。澄んだスープが特徴なんで、ぐるぐると沸騰させると野菜溶けたり濁ってきちゃったりするんですけど、沸かし具合としてはポコポコさせる感じですね。ちょっと難しいですよね。豚骨ラーメン屋とか家系だともうグツグツ沸かしてかき混ぜてみたいな
感じなんですけど、うちはグツグツ煮出すと野菜も溶けちゃうし、白濁しちゃうんで加減むずいですよ。炊けばいいってわけじゃないんで。下茹でして同じように厚抜きして、同じように厚れるに表面を洗って、でその後醤油だね2時間ぐらい茹でる。10本は間違いなく出ますけど、10本オーバーぐらいです今は。持ち帰りチャーシュー比較的安いと思うんで、この安くていいのって言われながら、美味しいらしいですけど、肉屋さんで買うより安いって言われるんですけど、人気はありますね。これはうち野菜ラーメンってやってるんですよ、トッピングで。いろんな種類の野菜入れて、茹で野菜を麺に乗っけて出すトッピングなんですけど。このネギはネギラーメン使うんですけど、そのネギラーメンにも使われますね。それでメンバーもこのぐらいもう細かく。結構つかめなんですか。はい。でこんな感じです。絶対半分だよ。
こっちの方大体まあナビーニョでこんぐらいの量を全体的にまぶしていきます。あともう一回これすることによってまあでもまだこれで終わりじゃないんですよ。ここからある程度混ぜたらネギをその上にこの醤油かけて大体1ぐらいですかかけてそういうラーメンは向こう行って多いのはやっぱ醤油ラーメンなんですけど、うちのおすすめは味噌のやつだから。この味噌は味噌の仕込みの方、味噌だれの方は隠し味でチーズが入っています。で、もやしが2、3種の1。これ OK で。お客様大盛りで失礼します。味噌がちょうどいい感じなのが今日は良かったです。はい、とても味わってます。北海道系は油で蓋をするみたいなのがあるんですけど、うちは東京であったかいんで油で蓋をするようなラードの入れ方しないんで、参入系で食べやすいラーメンですね。そんなに癖はないです。なんかもう営業はもう一枚岩になっててね、だけど、僕は間違ってたんだけどね。お並び。
その後の大盛りまで上がる。はい。麺は中国の縮れ麺使ってます。旭川はやっぱ縮れ麺なんで。醤油。僕は北海道出身なんですよ。やり使いはね、一番うまいと僕は思いますけど、生姜のトッピングと、これが私のおすすめですね。大盛りじゃないよね。大盛りじゃない。塩だよ。学生の頃から来てるんで、もう30年ぐらい、学生の頃東京駅でバイトしていて、その頃から来てる店なんで、だから全然変わらないですよね、30年間、この店が。全部美味しくて、特に塩と味噌が僕はおすすめだと思ってます。すごくなんかシンプルなんだけど、なんだろうな、食べ飽きないというか、あと麺が美味しいですね。はい。大根、人参、玉ねぎ、キャベツに白菜、きくらげ、もやし、結構入ってます。すみません、野菜からでお米ですね。今いらっしゃいます。失礼します。辛いの好きで、俺は最近作ったんですけど、東京駅あんまり辛いもの出したら面白少ないなっていうので、めちゃくちゃ辛いのを作ってみたんですけど、カロライナリーパーって結構汗だらだら流す。バリカラうどん。
社で一番辛いらしくて、ちょっと食べてみようかな。結構辛い。今来てる仕事場所がこの辺なんでって感じ。味噌ラーメン食べました。味噌ラーメン結構うまかったです。香ばしさがあるような感じがしました。昼間もラーメン屋なんですけど、夜は飲み屋業態もやってて、飲んで締めにラーメン食べれるみたいなんです。夜の方が飲んだ後にラーメン食べるみたいなお客さんが多いんで、ジンギスカン小針かスルメイカはずっと同じところから取り続けてます。やる機会ができた当初ってパンがなかったんですよ。でそれにちなんで東京にもパンがつかない地があるのみたいな。この店に来ては12年3年ぐらいになるんですけど、もっと早い期間作ってたから2022年に父が亡くなったんで3年前4年前ぐらいに完全に気づいたの。ラーメンに関しては自分の作る自分の仕込みに自分が作ったブランドなんで誇りを持ってます。作り方は当時と全然何一つ変わってないです。そうですね、現場好きな人だったんで頑固親父みたいな感じです。昔ながらの昭和な親父でした。1000円の壁よく言うんですけど、なんかレギュラーのラーメン1000円の壁超えたくないなみたいなの昔から安くやってるんで、だいぶ動産にこだわれなくはなってきちゃいましたね。ただスープの取り方と、なるべく味が変わるようなことをしないで、昆布とかは取る昆布とか味を守りつつ、結構昔ながらなんで、うちしっかり修行して覚えないと、痛みを受けて覚えないといけないんですけど、なかなか人がいなくて時間かけられなくなってきてるんで、今も従業員と一緒に頑張ってやってるんですけど、そのマニュアル化、誰がやっても同じ味出せるようにしていかないといけないなっていうのがあるので。